日本とタイ観光チャンネル。月に2回行く屋台の絶品タイ料理、紅豚ワンタン麺と紅豚ご飯。皆さんこんにちは。どっぷりとタイに溶け込んで普通に屋台で普通にご飯を食べていますが、日本とタイ観光チャンネルから絶品タイ料理を紹介します。これも紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。おそらくどれも日本では馴染みがない色ですが、少なくても月に2度は来るほど美味しいのです。それでは始めます。バンコクでは規制が進んでいますが、近郊ではまだまだ通りの屋台は健全。規制される理由は様々で、歩道を塞ぐこと、異臭、ゴミや汚れ、そして何よりも公道で勝手に商売をする。タイのコンビニ前で涼んでいる犬はおなじみですが、食べ物が欲しい犬たちが屋台付近に集まることも問題となっています。いくら生き物に優しい大人宅でも中には苦手な人は当然いるし、慣れない観光客もいるわけです。多くの日本人にとって犬が付近を歩く、通りを車がバンバンという場所で食べるのはなかなか難しいと思いますが、慣れるものでそういう人は移住に向いているんでしょうね。きれいが当然の人は難しいかも。それでは屋台だけではなく、場所によってはショッピングモールにもあるタイ料理。まずは紅豚ワンタン麺。紹介する3つの味の源流は中華料理だと思っています。だから美味しくて当然。なおこの店はフランチャイズですが、地元の人気店。フランチャイズでも店によって味は全く異なるのです。さて、タイで豚肉を使った料理は多く食べられていますが、おすすめなのがさらにワンタンが追加された紅豚ワンタン麺です。通常ワンタンの中にはエビが入っていることが多く、中華麺と混ぜて豚肉の食感とともに美味しくいただいてみましょう。またタイでワンタンを利用した麺類は多く、表通りから路地裏までどこでも見つけることができるはずです。なおタイの麺は細麺から太麺までどれにするかを自分で選びますが、特に何も指定しない場合、相手が外国人だと分かると店の人が適当に選んで作ってくれることが普通。注文の心配はありません。また好みで唐辛子を入れるので、入れなければ全く辛くはないのです。スマホを持っていなければ両手でかき混ぜています。見た目が悪くてすみません。続いてこちら紅豚ご飯。甘辛のタレで食べますが、後から唐辛子を追加して食べています。そして最後に見た目がすごいイエンタフォー。ランチュー色だと感じることと思います。イエンタフォーは豆腐を紅麹で発酵させたフォンフニューと肉や魚のすり身団子をベースとした麺料理で、中国の客が料理を起源だそうです。実はとても美味しいタイ料理の中には中華源流もあるということなのです。いかがでしたか？それでもまだ屋台で食べるのは勇気がいるという人は、ショッピングモールのフードコートを利用してみましょう。フードコートの利用方法を動画にしていますので、ぜひとも動画の最後のリンク先からご覧ください。ご視聴ありがとうございます。今後ともこのチャンネルを末永くよろしくお願いします。いかがでしたか？日本とタイ観光チャンネルでは、日本とタイの様々な情報とディープな観光地を紹介しています。ぜひチャンネル登録の上、たくさんの情報に触れてみてください。またタイに関する質問などがありましたら、お気軽にコメントください。今後ともこのチャンネルをよろしくお願いします。